黒幕は家康か。どうする家康に学ぶ日本史。本能寺の変に家康は関与したのか。織田信長が殺害された本能寺の変にはさまざまな黒幕が存在すると言われてきた。その中で最近特に注目を集めているのが徳川家康黒幕説である。家康が本当に本能寺の変の黒幕なのかどうかを詳しく検証してみよう。徳川家康はご存知のように人質として今川義元の下で育てられた。そのため桶狭間の戦いでは今川軍として戦っている。ところが義元が信長に討たれると家康は今川氏を去って信長に組みしている。信長とは同盟関係を結ぶが織田軍の戦力は圧倒的で、やがて信長と家康は主従関係を結ぶことになる。信長は軍事的には天才的な能力を発揮していた。しかし人質生活の長かった家康とは違い、信長は苦労知らずの二代目で人情の機微には疎かった。1570年元亀元年、朝倉攻めでは浅井長政の裏切りで織田軍と徳川軍は窮地に追い込まれる。この時に信長は家康には無断で戦場から逃げたために徳川軍は取り残された。しかし家臣たちの活躍で家康はしんがりの羽柴秀吉と共になんとか九死に一生を得ることができたのである。また三方ヶ原の戦いでは信長はわずかな援軍しかよこさなかったために家康は人生最大の危機に遭遇する。家康は危うく命だけは取り留めたが、武田信玄との戦いで1万人近い家臣たちを失っている。さらに長篠の戦いでは数万の武田勝頼軍に攻められ、徳川軍は絶体絶命のピンチとなった。家康は信長に再び援軍を求めたが、梨のつぶてであった。そのため家康は援軍を送らないのなら武田軍に組みするぞと信長を脅している。この時家康は本気で勝頼と組んで信長を倒そうと考えていたのかもしれない。これにはさすがの信長も驚いて武田軍の2倍の兵力を送り、設楽原の戦いで勝頼を完膚なきまでに打ちのめしている。また信長は古くからの重臣である佐久間信盛を突然追放して死に追いやっている。以上のように信長は同盟者や家臣を使えるうちはこき使い、使えなくなると物のように捨て去る傾向があった。家康をはじめ信長家臣の実力者である羽柴秀吉や明智光秀もいつ自分が捨てられるのかという不安を常に抱いていたと思われる。ところで家康、秀吉、光秀の3人の中で信長から最もひどい仕打ちを受けたのが家康であった。家康は信長の命令で正室の瀬名と嫡男の信康を殺害したとされている。この瀬名信康事件は信康が粗暴なために家康が自ら処刑したとする説がある。しかし他の男子がいるにもかかわらず信康を
家康は最後まで敗着にしなかったなど、この説には疑問点が多い。やはり正室と嫡男を同時に失うことは家康には辛い経験だったと思われる。若い頃から家康は人質生活を送り、人並み以上の苦労をしている。秀吉も農民の生まれで各地を放浪して苦労を重ねてきた。光秀も朝倉氏や足利義昭など主人を次々に変えながら人生の辛酸をなめてきている。一方の信長は軍事的には天才だが、二代目として挫折のないまま成長している。そのため信長は気分にムラがあり、わがままで軍師や相談役を持たず自由気ままに生きてきた。故に信長は弱者へのいたわりや物の哀れということを知らずにいた。信長は武田勝頼を天目山の戦いで討ち取ると、勝頼の首を家康と首実験している。その時に信長は勝頼の首に向かって、お前の親父信玄の悪行の天罰でこんなざまになったのだ。信玄は一度は上洛しようとしたようだが果たせなかったので、お前の首を都にさらしてやると息巻いたという。勝頼の首を信長からもらい受けた家康は後に丁重に供養した。そして家康は勝頼の首に向かって、こんな姿になられたのもひとえに若気の至りでござったとハラハラと涙を流したという。後に武田の旧臣の多くが家康に住んで仕えたのもこんな事情があったからである。家臣というものは人の心がわかる主人に就こうとするのである。徳川家康や羽柴秀吉が本能寺の変に直接関与したという証拠はまだ発見されてはいない。またそのような重要な証拠を残すような間抜けな二人ではない。家康、秀吉、光秀の三人がいずれも信長の冷酷さを恐れていたことは事実である。フロイスが書いた日本史には、明智光秀が家康と穴山梅雪の接待役で失態を犯して信長に足蹴にされたと記されている。光秀はこの時に信長を殺さなければ自分が殺されると思ったのかもしれない。しかし明智光秀以上に徳川家康が織田信長を倒そうとする動機を胸の奥に隠し持っていたことだけは確かである。